おはようございます。川端健二です。八木亜希子です。若者、特に10代の若者に人気のありましたカリスマ的存在であった尾崎豊さん、26歳というね、本当に若い死を迎えてしまったんですけどもね。土曜日に聞いて本当にびっくりしましたけれどもね。ジョン・レノンが凶弾に倒れた時、割とね、周りの人たちが本当にショックを受けた。そのショックを今10代の若者たちは受けてるんじゃないかと思うんですけれども、見つかった時、最初に発見された時は、とにかく全裸で道にいたと、そしてそれから病院に行って、そして死因は肺水腫ですか。そうなんですね、ちょっとこのフリップ見ていただきたい。今のレポートでも伝えましたけれども、最初にですね、倒れていたのが自宅マンションから500メートル離れた他人のお宅の軒先だったということですね。それからその後最初に運ばれたのが白髭橋病院なんです。ここで、ここの担当医は例えばその急性アルコール中毒のような症状だったかもしれないし、他に何かの原因があるんじゃないか、だからもう一回奥さんこの後救急病院に、専門医のいる救急病院に行ってくださいって説明をしても、奥さんは前にも同じようなことがあった、だからとにかく家に帰って休ませたいんですというふうに強硬におっしゃって自宅に戻るわけですね。でこの病院を出てから2時間後、自宅で容体が急変するんです。意識不明のような状態になったので、急にまた救急車を呼んで、今度は日医大に運ぶ、日医大に運んで、もう心臓が停止した状態だった中で懸命に先生は治療をしたんですけれども、もう蘇ることはなかったということですね。で、非常に強引に奥様が連れて帰ったのはいいけれども、その後自宅でどういうふうなことがあったのかっていうこともありますよね。でその肺水腫っていうのは、血中のアルコール濃度がどんどん高くなると、そういうふうな症状を起こすこともあるというふうに言われてますけれども、かつて覚醒剤に手を染めたこともあるというので、その辺も合わせて司法解剖になったわけなんですけど、薬物の反応はなかったというふうに聞いてますけれども、全裸で体をこすりつけるようにしてっていう、そういう不可解な行動がね、一体どうして起こったのかっていうふうなこともありますし、26歳だった。でファンの方たちは裏切られたっていう思いの人と、やっぱりもう少し頑張って再起にかけてほしかったっていう人とね、で尾崎が僕たちの青春だったっていう人もいますしね、様々ですけれども、一番悲しんでるのは身近にいる一番のファンだった奥様だと思うんですけども、それにしてもいろんなことが彼の周りには起きすぎてしまったっていう、精神的にボロボロの状態だったんじゃないかという気もしますね。そうですね。まさに最後のねシーンでギターを投げつける、そういう心境だったのかもしれないですよね。前田さん、尾崎さん、これからねまた新たな再出発をかけるというその矢先だったんですよね。ちょうどそういう時期でしたよね。そうですね。今度の歌すごくいいぞっていう話も聞いてますしね、6月にはまたコンサートも全部完売してるという話も聞いてますけれどもね、とにかく自分で方向転換ですか、音楽的な方向転換をするべく非常に悩んで考えて、ある時はもうこれからは愛の歌を歌うんだというふうに宣言したりですね、自分の中で一つ一つ作っていくもの、それを真剣に考えていたっていうふうに、音楽関係の人は言っているんですけれどもね、ただ非常に音楽的行き詰まりを感じる頃ではないだろうかというのは、18歳でデビューして、つまりフォークロックみたいな形ではあらゆる体験、あらゆる精神的悩み、あらゆるそういうものを自分の歌を作っていくということですからね、それが例えば引き出しいっぱいそういうものが持ってるかっていうと、それを吐き出してしまえばもう全く何にもなくなってしまうわけですね。そうするとまた新しい素材、新しいものを自分で蓄積しなきゃいけない、そういうところで非常にナイーブな部分があるというかね、非常に体力的に弱っていることも自分では分かってたんじゃないかと思うんですけれどもね。奥様にしてみると、飲んでいつも泥酔状態にある時は裸になる癖がある、だから今回もそうなんだろうという思いもあったんじゃないかと思うんですけどもね。で今朝のゲストコメンテーターとしまして、スタジオにはおなじみ作家の亀原武さんにお越しいただきました。おはようございます。いわゆるその文筆業と、それからこういう作詞というものもちょっと似てる部分があると思うんですけど。そうですね。あと彼の場合はただ単に自分で曲作るだけじゃなくて、ステージに出るというね、だからもっとすごいプレッシャーあると思うんですけどね、僕はね尾崎君ね、7年前音楽雑誌の仕事で会ったことあるんですよ。だから彼の1枚目のアルバムっていうのが、これは千数百枚しか売れなかったっていうアルバムなんですけど、それでその後2枚目のアルバム、これはもういきなりチャートの1位になるんですけど、それのアルバムが出る直前にね会ったことあって、そうするとものすごく気弱なねシャイな青年だったんですよ。
ですごくそういう印象が強かっただけに、その後ね彼がステージでファンに向かってねお前たち俺と一緒に死んでくれるかみたいなことを言う本当のそういうカリスマ的なステージをするようになったっていうのを聞いて、最初に会った時の印象と随分違っちゃったな。だから彼が覚醒剤に手を染めたって言った時もやっぱりギャップね、実像と虚像とのギャップ、あれを埋めるためにはね、やっぱりそういう薬に手出したとかね、そういうになったんだろうなっていうふうに思いましたけどね。八木さん同い年ですよね、26歳。26歳でそれだけの経験を聞くとなんかこうジェットコースターみたいなね、人生だったんだなと思うんですよね。だからたかだかこの 7,8 年がもう普通の人の2、30年分ぐらいに相当するくらいの人生ね、生き急いでしまったっていう感じがしますよね。ファンのね皆さんも遺体が戻ってきた時に駆け出してましたけれども、4月の30日護国寺で追悼式が行われるということです。